皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中国の尖閣諸島に対する圧力が高まっているという話題を取り上げていこうと思います。ただし、この話題については何度もこれまで取り上げていたこともあり、新鮮味のないニュースだなというふうに感じられる方もおられるでしょう。しかし、それこそが問題で、新しいニュースではないにしても継続的に状況が悪化しているということこそが、まさに中国の狙いなのです。そのような狙いを持って行われているのが、中国側が取っているサラミ戦略です。今回は改めて中国側が取っているこのサラミ戦略についての解説なども行っていきましょう。それでは尖閣諸島に対する中国の圧力が高まっている、そのことについての関連ニュースをどうぞ。尖閣周辺に中国船84日連続。尖閣諸島周辺の領海外側にある接続水域で6日、中国海警局の船4隻が航行しているのを海上保安庁の巡視船が確認した。尖閣周辺で中国当局の船が確認されるのは84日連続。平成24年9月の尖閣諸島国有化以降で最長の連続日数を更新した。ここ最近の中国側の反応はこうです。日本の抗議は絶対に受け入れず、中国外務省が日本側を非難。中国海警局の船による尖閣諸島周辺での領海侵入をめぐって、日本側が厳重抗議したことに対し、中国外務省の趙立堅報道官は3日、日本が言う抗議は絶対に受け入れられないと表明した。中国外務省がホームページ上に趙氏のコメントを掲載した。趙氏は、日本が直ちに中国の海域から出ていくよう求めると日本側を一方的に非難した。中国側が尖閣諸島周辺に船を常に配置し、日本側がこれに抗議すると、日本の側が中国の海に入ってくるなと反論してくる。このような状況に対しての記事がこちらです。まさに中国の思うツボ。尖閣挑発に感覚麻痺の日本人。安倍晋三首相は我が国の領土、領海、領空を断固として守り抜くと繰り返し強調している。しかし中国には全く響いていない。中国海警局の船は連日、尖閣諸島周辺の海域に押し寄せている。領海侵入も頻繁だ。今月2日から3日にかけては30時間近く侵入し、過去最長を更新。さらに4日から5日も39時間以上侵入し続けた。中国海警局は人民武装警察部隊、武警に編入されており、軍と一体化している。あえて言えば侵略だ。5月9日から10日に領海侵入し、日本漁船を追尾した後の同11日、中国外務省の趙立堅報道官は記者会見で、日本漁船が中国の領海内で違法な操業をしたため、海域から出るよう求めたと言い放った。中国の高笑いが聞こえてくるようだ。品のない表現をすれば、日本は舐められているのだ。振り返れば、平成24年12月の衆院選で、野党自民党は公約に、尖閣諸島の実効支配強化と安定的な維持管理と題し、こう約束した。我が国の領土でありながら、無人島政策を続ける尖閣諸島について政策を見直し、実効支配を強化します。島を守るための公務員の常駐や周辺漁業環境の整備や支援策を検討し、島及び海域の安定的な維持管理に努めます。衆院選に大勝した自民党は政権に復帰した。蔡東藩社首相は平成25年2月1日の参院本会議で、公務員常駐について選択肢の一つとして考えていると明言した。公務員常駐は同年7月の参院選で公約から外れたとはいえ、総合政策集で衆院選と同じ表記で明記された。ところが、平成26年12月の衆院選以降の国政選挙では、公約、政策集ともに公務員常駐が消えた。首相は29年3月27日の参院予算委員会で、現在はその選択肢は取っていない。総合的に戦略的に判断していると答弁した。詳しい説明は未だにない。これでは 16.8 兆円の財源捻出などの公約が破綻した旧民主党を笑えない。政府の危機感が低い一因は国民の関心が低いからだろう。それもそのはず、中国の尖閣接近の報道はあまりにも低調だ。尖閣接近は6月16日に64日連続となり、それまでの過去最長に並んだ。翌17日付朝刊各紙を見ると、
産経新聞が3面で中国の狙いも含め掲載したほかは、読売新聞が政治面の囲み記事で紹介した程度だった。最長記録を更新した翌日の18日付朝刊では、産経が1面で報じ、読売は社会面のベタ記事、毎日新聞は7面の2段見出し、日本経済新聞は政治面、朝日新聞は社会面でそれなりに大きく扱ったが、東京新聞は17日付も含め報じなかった。力の真空をついて実効支配を強める中国の手口は、冷戦終結後の1992年に米軍がフィリピンから撤退した後に南シナ海の島々を占拠して軍事施設を構築した例で実証済みだ。トランプ・アメリカ政権が東アジアでの防衛負担軽減を訴える中、尖閣が南シナ海の島々と同じ道をたどる可能性は大いにある。それなのに日本国民には侵略の危機の情報すら満足に示されていない。国会では何人かの与野党議員が取り上げ、自民党の外交部会は中国への厳重な抗議を求める決議文を政府に提出した。しかし、自民党も含め尖閣に関して政党として中国への抗議といった談話を出したところはない。何かに忖度しているのか。先の国会で検察庁法改正案が廃案になったのは、芸能人、有名人も巻き込んだインターネット上の反対運動の盛り上がりが影響したとされる。改正案に賛成でも反対でも結構だが、ならばどうして日本の領海が中国に脅かされているという現実の危機には大きな声を上げないのか。感覚が麻痺した日本の現状はまさに中国の思うツボである。産経だけが尖閣接近を報じても仕方ない。中国の挑発に対し、日本全体が一体となった国民運動を展開しなければ、やがて悲劇となるだろう。まず第一に、中国側の侵略の意図は明らかです。尖閣諸島は我々の土地だといったことをまず最初に宣言して、中国海警の武装船を接続水域に常駐させる。それによって彼らが言っている言葉というのは、日本側の漁船などが入ってきた時に、中国の海に日本漁船が入ってきた。これはけしからんということを声明として出すわけです。そして日本側が逆にここは尖閣諸島は我々のものだといったことを抗議すれば、そんな話は受け付けない。日本側の船はさっさと出ていけということを平気で言うわけです。このように侵略の意図が明らかな中国が取っている戦略というのがサラミスライス戦略です。略してサラミ戦略というのが一体どのようなものであるかといえば、それは状況を一つずつ変えていくことです。例えば、尖閣諸島が我々のものだといったことを言った後に、中国の船がどこに最初はいたかといえば、まずは排他的経済水域、島からは少し遠い場所でした。しかしそのような場所から一歩進んで接続水域、さらには領海へと侵入するわけです。そのように段階を踏んでいくことによって、だんだんとこの海は我々のものだというのを一つずつ既成事実を進めていく。これがサラミ戦略なのです。そしてこの戦略の進む先に一体何があるかといえば、それは尖閣諸島に中国海警局の船が乗り付けて施設や人を配置し、埋め立てを行い、港や滑走路、そして軍事要塞化を進めるといったことが現在の戦略上のプランとしては存在します。いやいやそんなバカなというふうに考える方もおられるでしょうが、少なくとも今まで南シナ海において中国はそのようなことを行ってきました。ベトナムやフィリピンが、いやここは我々の海だよって言っていたところに、中国側が乗り付けて岩礁などを埋め立てて、そこに滑走路を作り、中国軍の基地を作り、そして人がいつでもいますよという状況を作ったのです。その上で、ここは我々のものだといったことを改めて何度となく言い続けるのです。そして既成事実だけがどんどんと積み上がっていくのです。ベトナムやフィリピンにしたことが日本にはしないとは言い切れるものではありません。少なくとも日本においては竹島の例があります。竹島は日本領でしたが、韓国が一方的にこれは我々の領土だと宣言し、韓国の島だということを今も言い続け、そして実効支配を続けています。年数として随分経っているから、現代にはこれが当てはまらないと考える方がおられるでしょうが、それこそ先ほども述べたように南シナ海は現代の話であって昔の話ではありません。またそのように他国の領地を奪えばどのような制裁が待っているか中国も
分かっているはずだ。だからやらないはずだという話をする方もおられるかもしれません。しかし南シナ海でベトナムやフィリピンと争った時に、じゃあ中国が世界から何か報復などを受けたかといえば別に受けてもいません。また日米同盟などもあるから中国はきっと手を出さないだろうという方もおられるかもしれません。しかし日米同盟というのはある意味では戦闘を前提としています。ですから中国の船が一切戦闘を行わない形である日上陸し、そして施設と人を配置した段階で日米同盟が何か発動するかといえば何も発動することはないでしょう。なぜならば自衛隊は戦ってはいませんし、海上保安庁だって別に一切戦闘などを経ない形での占領が行われればアメリカも抗議に加わってくれるかもしれませんが、口だけの抗議であって実効支配は始まってしまう可能性が非常に高いのです。そしてこの問題の解決方法は、それこそ自民党がかつて言っていたように、あの島に施設と人を配置することです。このことも何度か私も指摘していますが、解決策は明らかなのです。そして解決策は明らかなのに、これを実行していないというのも、残念ながら今の日本政府の悪い癖です。一体どのような悪い癖かといえば、他の国からの反対、特にこの場合であれば中国からの反発が強く出るだろう。そのために中国国内における日本企業が焼き討ちなどに遭うかもしれないといった反発を恐れて一切行動に出ず、それによって中国側がより一歩前進して状況がどんどん悪くなる。状況が悪くなってから行動したのではまた反発が起きるかもしれないとまた行動しない。これこそが非常に悪い癖なのです。安倍政権はこの問題に対して明らかに大きな間違いを起こしています。なぜならば自分たちの支持層が一体どのような人かというのを全く忘れています。国防をしっかりとするということに対して支持者たちは賛成しています。決して中国が反発するからそのような政策を取るなという人たちではありません。安倍政権の支持者たちの支持を取り付けるためにも尖閣諸島を守ることは非常に重要なのです。このまま状況が悪化し続ければ尖閣諸島に中国側が上陸し施設と人を配置するかもしれない、そのようなことが少しずつ見え始めているということをもっと安倍政権は重く考えるべきでしょう。そうしなければ漫画や小説、映画などの話ではなく現実問題として実際に尖閣諸島が占領される、そのようなニュースが流れたとしても全く不自然ではない、そのような状況が生まれつつあるのです。皆さんはこの問題についてどのようなことをお考えでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。